さん、こんにちは。今日は日本の冬についてご紹介しようと思います。日本の冬といえば何を思い浮かべるかなって私が考えて5つご紹介するので、ぜひ楽しんでください。まさにね、風物詩とかそれを見たり食べたりすれば風情を感じる、そんなものを5つ考えてみました。風情とかね、風物詩については秋の動画でご紹介しているので、まだ見てない人はこっちも見てみてください。それでは始めましょう。はい、まず日本の冬といえば思い出すものはこたつです。こたつって皆さんなんだかわかりますか？こたつっていうのはテーブルのことなんですが、冬にだけ使います。テーブルの下にヒーターがついてて、お布団もね一緒につけることができる、そんなテーブルがこたつです。皆さんイメージつきましたか？日本では靴を脱いで家に上がります。だから日本では床によくペタンって座ります。直接ね床に座ると寒いしちょっと痛いから座布団を敷いてその上に座るっていうのが昔ながらの日本のねお部屋の使い方です。最近はねフローリングが増えているけど、昔は和室だったので畳の部屋で座布団を敷いてその上に座ります。で、こたつの机っていうのは床にペタンって座った状態で、これぐらいのね本当に肩よりちょっとした胸の高さぐらいの大きさになる、そんなサイズ感の机があって、それの机の裏側のところにヒーターがついてます。これをね夏はそのままヒーターをつけずに机として使うんですが、冬になると専用のねお布団っていうのがあって、それを机の間に挟めるんです。で、ヒーターをつけるとお布団で机の中がね温まります。で、みんなそこに足を入れてテーブルとして使います。だからこたつの中はヒーターがついててすごくあったかくて、よくねみんなそこでうたた寝をしてしまいます。でもねヒーターがついてるから低温やけどをしないように注意しないといけません。だからねよく日本では冬になって寒くなってくると、そろそろこたつを出そうかって言ってこたつを出してきてみんなで机を囲みます。日本のね年越しについては他の動画でもご紹介してるんですが、この年越しの時はみんなでよくこたつに入ってテレビを見て年を越します。こたつではみかんをね食べることが多いです。日本のみかんは皮が手で剥けるんです。ですごく甘いからみかんをね食べながらテレビを見て年越しをします。家庭によってね違うかもしれないけど、これが結構伝統的だと思います。はい、次に2つ目はお鍋です。もうね日本の冬の家庭料理といえばお鍋です。お鍋って調理器具の名前ですよね。これにスープを入れて野菜とかお肉とか魚とかいろんなものを入れて煮込みます。それだけです。そこからみんなで好きなものを取って自分の器に入れて食べます。だから日本語ではよくもう冬で寒いからそろそろ鍋をつつこうかとか、そういう風に言います。お箸でねつついて食べますね。このねお鍋は普通の調理器具のお鍋を使ってもいいんですが、日本には土鍋って言ってお鍋料理専用のお鍋があります。これは普通の調理器具の鍋と比べるとちょっと平べったくて底が浅いで広く作られてます。だからそこに綺麗に具材を並べて蓋をして煮込む。そうすると美味しいお鍋ができます。鍋って言ってもね味付けは本当にいろいろあって、これは地域によっても違います。でもどちらかといったら家庭料理だから家庭によって家庭の味が出やすいものかなと思います。具材とかもねその地域でよく食べられてるものとか、あとはもう余り物とかを入れて煮込んだりします。スープのね味は基本的にはだし汁を使ってお醤油とか塩とか味噌とかそういうものを使って味を変えます。このねスープは実はスーパーに出来合いのスープが売られています。もう作ってあるスープですね。だからその鍋のスープの素っていうものを買って鍋に入れて、自分の好きな具材を買ってきて入れたらもう鍋になります。すごいね便利ですよね。一人暮らしの人とかも
お鍋だったらパパーって作って煮込んで、その次の日とかもね食べられるからいいんじゃないかなと思います。野菜、お肉、海鮮、もういろんなものが入れられるから栄養分もたっぷりです。具材はね、例えばでご紹介すると、白菜とか大根、人参、きのこ、鮭、タラっていうお魚ですね。あとはネギとかお豆腐とか、あとは鶏肉、豚肉、牛肉、肉団子とか、そういうものを入れます。あとね、似たようなものではしゃぶしゃぶとかすき焼きっていうのも鍋の種類の一つですね。しゃぶしゃぶは基本的には豚肉なんですけど、それをお湯で湯がいてタレにつけて食べます。で、すき焼きっていうのはすき焼き専用のスープを作って、そこに牛肉とか豆腐とか、あと白滝とかネギとか、もうそういうすき焼きは結構まさにすき焼きっていう具材が決まっていて、すき焼きのタレもね、だいたい日本のどこに行っても味は同じなんじゃないかなと思います。これを溶いた生卵につけて食べます。生卵をね、日本では食べるんですが、知ってましたか？日本の生卵はスーパーで買ってもとっても新鮮なんです。だから消費期限の前に食べればお腹は壊さないっていう風に一応はね言われています。で、このね生卵は結構便利で、日本人の朝ごはんとかにもよく出てきます。生卵をご飯にかけて、お醤油とかをかけてそのまま食べるっていう卵かけご飯 TKG とか呼ばれるんですけど、そういうものもすごく日本の朝ごはんの定番ですね。これは冬とかじゃなくていつでも食べます。話がねちょっとそれちゃったんですが、そんな感じですき焼きも鍋としてね食べたりします。はい、次にね、3つ目にご紹介するのがおでんです。おでん、皆さん知ってますか？これは本当に冬ですね。寒くなってくるとコンビニとかでも店頭にね売ってるんですよ、おでんが。それをねすごく食べたくなります。鍋とねおでんって何が違うかっていうと、似てるようにも見えるんですが、おでんは特製スープの中に大きめの具材が入ってます。で、その具材はだいたい大根とかゆで卵とかちくわぶとか餅巾着とか昆布とか、そういうものが定番のおでんの具材です。でもね、これもすごく地域差があるもので、東京ではねスープが薄い茶色というか薄い黄色というか、そういう色で黄金色のスープって呼ばれたりします。黄金っていうとすごいきらびやかなイメージがあるかもしれないんですが、輝いているわけではなくって、そういう風に美味しいスープだよっていう意味も込めつつ、黄金色のスープなんて言われたりします。これが例えば静岡県に行くと静岡おでんっていうのがすごく有名らしいです。関東のねおでんでは昆布とかカツオの出汁を中心にスープを作るんですが、静岡県では濃い醤油を使って黒いスープを作ります。静岡おでんでは牛すじとか鶏肉とかの出汁をよく使うみたいです。だからね、おつゆの色とか味もちょっと濃いめになるらしいです。他にもね、名古屋おでんっていうのも有名です。名古屋ではお味噌を使った料理が有名なんですが、おでんでもお味噌をスープに使います。だからね、スープの色もお味噌と同じ色で茶色くなります。名古屋ではね、このおでんの味噌のスープを他の料理にも使ったりとかして、使い回したりとかすることが多いそうです。で、もう一個は金沢おでんですね。金沢おでんは海鮮をベースにスープを作っているみたいで、具材にも貝とか魚とかカニとかっていう海鮮物をね使うことが多いみたいです。金沢はねカニもすごく有名で、カニはだいたい冬に食べるものなので、ぜひね金沢に行くんだったらおでんと一緒にカニも食べてみてください。はい、次に4つ目です。4つ目はお餅です。皆さんお餅は食べたことありますか？英語だとライスケーキとかっていう風に言われるみたいなんですけど、これはお米で作られたもちーっとしたねっとりとしたものですね。ダジャレみたいになっちゃったんですけど、でもお餅はもちもちしてます。お餅のねメインの食べ方としては焼いて食べることだと思います。これもね結構地域差が出るらしいんですが、私は東京出身なので関東の食べ方をご紹介すると、切り餅
を昔とかだったらストーブのね上とかに置いてお餅を焼きます。でお餅が焼けるとぷくーって膨らんで大きくなったりしてすごい可愛いんですよ。でこの焼いたお餅を海苔で巻いてお醤油につけて食べます。このね海苔とお餅の間にハムとチーズを挟んで一緒に食べるとすごく美味しいです。もしかしたらこれは家庭によって食べ方は違うかもしれないです。で、他にもこのお餅をあんこのスープの中に入れるお汁粉にして食べることもあります。これは甘いのでデザートですね。お正月とかはよくデザートとしてお汁粉を食べます。あるいはお餅つきって言ってよいしょ、これ説明難しいなお餅をねみんなの前で作るっていうそういう行事も冬によく行われるんですが、お餅つきをしてお餅をねもちもちにしていきます。そうやって作られたつきたてのお餅はあったかくて柔らかいんですね。だからそれにきな粉とかあんこをつけて食べるっていうのもすごく美味しいです。他にもお餅はね使い道がたくさんあってお雑煮にして食べることもあります。これも地域差がかなり出るらしいんですが、お雑煮っていうのは関東では醤油ベースのスープにいろんな人参とか大根とかお肉とかの具材を入れて、そこにお餅も入れて食べます。これをお雑煮って言います。関東ではねこのお雑煮に使うのはだいたい切り餅っていう四角いお餅なんですが、関西の方だとどうやら丸いお餅を使うらしくて、しかもお餅は焼かないで煮るらしいです。煮たお餅をお雑煮に入れて食べる。でスープも関西の方では味噌とかを使って作るらしいので、お雑煮って言ってもね全然違う種類があるんだなって私も皆さんにご紹介するために調べてみて知りました。いつかね私もお正月に関西の方に行って関西バージョンのお雑煮を食べてみたいなと思います。はい、5つ目にご紹介するのが福袋です。これはねお正月にお店が出す袋に入った商品のことです。基本的にはそのお店の中の商品が特別セットみたいな感じで詰め合わせになって袋に入っています。普通に買うよりもそのセットを買った方がお得ですよっていうのが福袋ですね。前まではね日本のユニクロとかでも福袋をやっていました。ユニクロの福袋の中にはユニクロの人気商品とかがたくさん入っていてすごく人気だったと思うんですが、今はねなんかやってないみたいでちょっと悲しいですね。あとは私が好きなのはミスタードーナツっていうドーナツ屋さんの福袋です。最近はね日本のポケモンとかとコラボをしていてコラボグッズがすごく可愛いんですよ。でミスタードーナツのドーナツもお得に食べられる券が入っています。私は小さい頃からポケモンが大好きで今でもねポケモンが好きなので去年ポケモンとコラボの福袋を買いました。じゃじゃん。ポッドキャストなのに見せて申し訳ないんですがこんな感じのドーナツをねポケモンが持ってたりとかドーナツに入ってたりとかドーナツの上で寝てたりとかしてすごい可愛いんですよ。こういうねポーチなんですけど福袋はねすごくお得なので毎年チェックしてます。他にもねスケジュール帳とかカレンダーとかそういうものが入ってることが多いです。はい、ということで今回の動画は以上です。日本のね冬の楽しみ方っていうものがちょっと分かってくれたら嬉しいなと思います。今回もねかなり食べ物の話が多かったのでお腹が空いちゃったらすみません。ぜひね冬の日本に旅行をしに来る時にはこれを思い出してレストランとかぜひ探してみてほしいなと思います。もしねこういう動画が好きだなと思ってくださった方がいたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。コメントやリクエストも待ってます。